このお話なんですけども、千恵さんという方が30代前半の方なんですけども、その方が10年ほど前に体験したお話で、当時の千恵さんは大学卒業して神奈川県のとある企業に就職することになったんですね。それで一人暮らしをするための物件探しを始めたんですよ。その情報誌だったりインターネットだったりでいろいろ調べているうちに一つ気になる物件見つけたんですね。でそれはとある駅から徒歩3分ぐらいで、エリアの中ではかなり家賃が安い方だったんですよ。で写真を見ると結構綺麗そうな感じで新しめだったんで、千恵さんすぐその不動産屋に電話をしてその週の土曜日に内見しに行くことになったんですよ。でその日ですね、千恵さんのお母さんも同伴して2人で不動産屋行ったんですね。でその担当者がすごく清潔感があって明るくて感じのいい人だったんですよ。どうも今日はありがとうございます、よろしくお願いします、早速物件の方を見に行きましょうなんていう感じで不動産屋の軽自動車に乗り込んでその物件に向かったんですね。車の中も結構和やかな感じで、なんていうんですかね、談笑しながら進んでいったんですけども、そこで千恵さんちょっと気になってることを聞いてみたんですよ。これから行く物件って結構安いじゃないですか、何かあったりしたとこなんですかって聞くと、いやいや皆さんそう言うんですけども全然そんなことないんですよ。大家さんがとっても良心的な方で、そういった値段設定にしてるんですよねって話を聞いて、千恵さん安心して物件に向かうことができたと。で20分ぐらい経ってその物件の駐車場に車が入っていったんですね。で建物を見てみると築10年未満の、かなり綺麗な建物アパートだったんですね。で1階に4部屋ありまして、一番入り口に近いところがその内見する部屋だったんですね。で不動産屋さんが鍵を開けて千恵さんがその中入っていったんです。で間取りがですね 1K なんですけども、部屋が8畳ぐらいあって結構広くて、で風呂トイレが別なんです。で壁紙も結構明るめで、うわーすごいですねなんて言ってテンション上がっちゃって、でそうでしょう、これかなりねおすすめなんですよ、照明なんかもおしゃれでしょなんて言って、で千恵さん一人暮らしっていうので夢も膨らんでたんで、もう本当に夢中になっちゃったんですね。でいやーこれ本当にすごいですね、収納もいっぱいあるじゃないですかなんて。そうなんですよ、これね多分すぐ決めないと早く埋まっちゃうと思いますよなんて、そんな話をしながら言ってたんですけど、千恵さんあれと思ったんです。違和感を感じて、お母さんがそういえば近くにいないと思って、玄関の方を見るとお母さんが室内に上がらずにずっと玄関のところいるんですよ。お母さん何してんの？千恵さん近づいてって、でお母さんさ中見ないと決めらんないじゃんっていうふうに言うと、お母さんがずっと左肩の下あたりをさすってるんですよ。千恵さ、ここなんかやだな、早く出ようよって言うんですよ。そんな変なことないやんって言うと、お母さんがいや無理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 って言って外出てっちゃったんですね。で千恵さんおかしいなと思ってお母さん追いかけて外に出てった。で不動産屋の男もそこから出てきたんですよ。で外に出るとお母さんが迷いなく一直線に1階にある4部屋の前全部通り越して建物の奥の方にある物置の前まで行ったんですよ。でその物置っていうのがアパートを囲んでいる高い塀にくっついて置かれているような物置だったんですね。でお母さんはその物置と塀の間をずっと見てるんですよ。で千恵さんがおかしい、お母さんなんかおかしいと思って、ちょっと私あっち行ってきますって言って不動産屋の男に声をかけて走り出したんですけど、その時に不動産屋の口から「ああ」って聞こえた気がしたんですね。で千恵さんがそっちの方に行って「お母さんちょっと何してんのよ」って言うと「ちょっとここ見てみて」、お母さんがその物置と塀の間の隙間を指さしてそう言ったんですよ。で千恵さんがその隙間見てみるとボロッボロのこれぐらいのお札が10枚ぐらい貼ってあったんです、物置の裏に。あって思ってお母さんと一緒に黙って不動産屋のところに戻ったんです。でもうこの物件いいです、すいません、謝って。そしたら不動産屋はずっと黙ってんですよ。
でそのまま車に向かってドアを開けて乗り込んだんです。で千恵さんとお母さんも車に乗り込んだんですね。で走り出した。行きと打って変わって帰りの車内がもう沈黙なんですよ、誰も喋らない。男はもう黙って前を見てずっと運転してるんですね。で千恵さんはもうその沈黙に耐えられない、どうしようって思った時に男が何か言ってることに気づいたんですね。はい、みんな分かってないんだよな、この仕事どんだけ大変か分かってないんだよ、最初に連絡受けて部屋開けんのこっちなんだよ、みんな死体とか見たことないだろう、一度見てみろって、みんな分かってないんだよなって、事故物件とか見たがるやついるけど死体見たことないからそんなこと言えんだよ、一度この仕事やってみろってずっとブツ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 男がそう言ってるんですよ。千恵さん耐えらんなくなって「すいません、ちょっともう降ろしてほしいんで近くのコンビニ寄ってください」そう言って男は黙ってコンビニの駐車場に車入れたんです。で千恵さんとお母さんは車から降りて男はもう何にも言わずにまた走り去っていったんですね。帰り道にお母さんが「千恵さ、あの不動産屋の男さ、部屋入った時からなんかおかしかったよ、なんか目が血走ってるみたいだった」そんなふうに言われた。で千恵さんは結局もう気味が悪かったんでその不動産屋には連絡をせずに、他の部屋を見つけて一人暮らしを始めた、そんなようなお話で、お部屋探しっていうお話でした。ありがとうございました。ということはやはりその部屋で何かあったという、その物件で何かがあった。そうか、そのね倉庫の、外ですもんね、はい、倉庫と壁の間にお札がたくさん貼ってあったということですよね。そうですね。そうか、だからこの部屋何かないですよね、いやないですよっていうのは嘘じゃないかもしれないけれども、その敷地内その建物で何かやっぱあったのかもしれない。あったのかもしれない。それは分かってたけども、はい、やっぱりね不動産屋さんとしては入ってほしいから、そうですね、はい、明るい対応で言ってたんだけれども、勘のいいお母様と、はい、でそういったもうお札が発見されてしまったことで、ああって、そうですね、そこでもうなんか壊れちゃったんじゃないかなと。その不動産屋さんのね大変さっていうのもすごく分かりますけどね。でもそこにね住んでお金を払って暮らしていくわけですからね。そうですね、そこは教えてほしい部分もあるし、やっぱり住まなくてよかったなって、住んでたらね何かあったかもしれないですね。そうですね、考えてしまう話ですよね。ただ某事故物件サイトで見てもその建物は何にも書いてなかったらしいんですよ。何があるのか。ただその不動産屋さんがね、みんな分かってないんだよって、はい、この仕事がどんだけ大変か、そうですね、見たことないだろう、結果最初見るの俺たちなんだよって話をしてたわけじゃないですか。そうですね、多分今までいろんなその物件じゃないにせよそういった亡くなった方とかを目の当たりにしちゃったのかもしれませんし、そういうのを抑えてお仕事されてたんじゃないかなとは思うんですけども。いろんなお立場でね、そうですね、大変なことってありますけども、なんかこう千恵さんからするとね、そうですね、一発ホッとするような、ちょっとこう一コマも入ってくるような話でしたね。そうですね、なんか人間の怖さっていうか、そういうのが感じたっていうふうに言ってました。その場所やっぱ気になりますね。お札がたくさん貼ってあったというね。だから本当にもしかしたら建て直されてその前の物件が何かあってその敷地自体がやはりそういうことになってるのでお札を貼ってるとかね、そういうのも可能性も考えられますし、嫌だなと思うのがそういうパターンもあるのかって思うと、内見に行ってその部屋だけ見てね OK じゃないですね。敷地内なんか見て、敷地だったり土地だったりもひょっとすると何かあるかもしれない。そういうね、物置の裏側なんか絶対見ないじゃないですか。そうですね、絶対見ないですね。だけどなんかそこも確認したくなっちゃう怖いもの見たさで、そうです、もしあったら、で今ね皆さんも普通に暮らしてますよ、いろんなねアパートマンションで、その時にこの話を聞いて、そういえばなんかちょっとした庭あるけど物置あるな花瓶植木鉢の裏全部調べたとかね
ありえますよね。なんかちょっとあそこ確か隙間あったよな、あそこなんかあるよなって見た時にあったらもうめちゃくちゃ嫌ですね。まあそうですね。よくビジネスホテル泊まった時に、かけてある絵の裏にって話もありますけども、キリがなくなっちゃいますけどね。ちょっとこの話だけにとどまらずね、はい、なんか後々まで引きずっていくようなちょっと後味の悪いでも素晴らしい会談でしたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。